春ののっこみシーズン到来。神奈川県長井漆山港登丸さんから下手線で出船。舞台は沖ノ瀬、狙いは大台一発勝負。駒瀬マダイ釣りの名手松本圭一さん、片山健太さんとともに春の海の大本命に本気で挑みます。きたーうわー、大台いいサイズ釣れました。ルルルルルトゥルル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 トゥルルルルル皆さんこんにちは、杉田千尋です。社長です。ありがとうございます。そして松本圭一さんです。ありがとうございます。そして片山健太くんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はちょっと盛りだくさんの方たちでですね、神奈川県長井漆山港の登丸さんから駒瀬マダイ釣りに挑戦します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今年も来ちゃいましたね、この季節がまた。ね、どうですか最近は。まあいい日もあるし悪い日もあるしみたいな例年通りじゃないですかね。もう乗っ込んでますか。それっぽい魚も多いですね。ただ今日はね、ちょっともう大きなだけ狙ってみようかお感じで、ちょっと沖のポイントに今来ているということで、ね、片山くんもですね、すごく得意な釣りということで。マダイ釣り大好きです。はい。今年どうですか。もう行きました。県崎の方で行かせていただいて、そこそこサイズとか釣らせていただきました。ということでですね、お二人はマダイ釣りにやはり自信を持たれているということで、今日はちょっと自分では申し上げにくいんですがテーマを考えてきまして、この杉田千尋に大台を釣らせてくれませんかということでどうですか。どうですか。なんで今まで一回も釣ったことがないからだよ、大台をやっぱ大台って言ったら顔がちょっと黒っぽくて、はいはいはい、ちょっとお腹もパンパンでみたいなやつをなんとかね、釣りたいんですけど毎年なかなか釣れなくて、はいはい、お二人はインスタグラムや SNS 見てて毎年大きいの釣ってるんで苦笑いしてるじゃないそういったところをちょっとレクチャーしていただきつつ、レクチャーとりあえずもっとですね、これで当たってるからこれ使えとかこうしろみたいな感じで言っていただいて、なんとか大台を釣らせてください。無茶ぶりで申し訳ないんですが、今日も一日よろしくお願いします。お願いします。まず餌は駒瀬かごにどのくらい餌入れるとか。そうですね。だいたい一つかみなんで、ギュッとすると半分ないくらいか。それくらいがベストだと思います。もうちょい少なくても大丈夫です。餌はここから選んでますか。そうですね。付け餌でここから選んでますね。そんなでかくなくてもいいんで、こういうやつでいいと思いますね。仕掛けは今何メーターの、どんなもの。今ハリスが4号で12メートルの仕掛け使ってます。でプラスクッションゴムついてます。針の大きさは一般的に使われる9号っていう針サイズで使ってますね。じゃあまず投入、天秤からいきます。針はいつも一本針でやることが多いですか。基本的に一本針が多いですね。やっぱ2本針だと絡んだりとかして大変なんでね。今指示7が61メートルなんでプラス5、6メートルくらい下ろします。61、2、3、4、5、6。これ棚に行ってから5秒くらい待ってから駒瀬振り始めます。3回くらい振ったらもう指示7に OK です。でもうこの後は基本置き竿で待つって感じですか。そうですね。30秒くらいしたら仕掛けが馴染むんで、その時の反応次第で誘ったりとか変えます。その時にやっぱ探検丸を見て反応があるかどうかで、自分の針の位置がどこにあるかとかをもう頭の中で計算してやってます。今尾子が61メーターにあるんで、自分の計算だと71、2メーターくらいに針があるってイメージですね。今のところ反応がないんで待ちます。これで反応がグワーって上がってきたタイミングで落とし込みだったりとか誘い上げたりとか、そういうのやったりしますね。じゃあまたちょっと反応が出てきたりとか、そうですね、ちょっと動きがあった時に誘いとかね、はい、どういった感じでやってるのか教えてください。今反応が来たんでね、そのタイミングで誘い上げやってます。ゆっくりゆっくり上げてちょっと待ってゆっくりまた下ろす。これ誘い下げですね。この時よく食う時あります。今いい反応入ってきてる。で指示7から反応があるようでしたら1メートル落としてもらって
20秒くらいから30秒くらいですね。待ったら指示棚に戻すんですけど、その時これピックアップとかそういうのを使ってもらって、ちょんちょんちょんってエビがピュッピュッピュッって動いたりとかすると、それ反応して食う時もあるんで、指示棚に戻してまた待つって感じですね。釣り場に到着しまして釣りスタートです。最初のポイントは沖乗せです。数より型狙いのポイントということです。朝一から大きいのが釣れるのか楽しみや。ハリスの長さ12です。1255ぐらいでいいかな。55ぐらいで落として落としていく感じ。感じではい、わかりました。ありがとうございます。55ぐらいから落とすってことは、最初は60に。最初は60下ぐらいでコマセ振って55ぐらいでいいんじゃないかな今。まあだいたい60より下げなきゃいいでしょ。そこから落としていく感じで。はい。ちょっと下から振ってみようかな。これは今何の反応もないから。なんなのその振り方。ちゃんとやって。こういう時は一旦待ちですか？いや今どうしようかな。いや餌取りも何も出てこないから、まずちょっと様子見。魚起きてもらわないと。コマセが多いね。入れすぎですか？入れすぎ。コマセをさいっぱい巻いちゃうとつけ餌食べるまでに時間がかかるじゃない。あと潮が流れてるとコマセが流れていっちゃって魚がこっちまで来なくてもここで食べてればさ待ってれば餌が来るからちょっと巻くと取り合いになるでしょ。でこう引きつけるっていうイメージなんです。入れすぎると100粒の中に針が1個になっちゃう。確率が減る。10粒だったら10粒の中に1個だから確率が上がるでしょ。で流れてくるまでに食べてくるからどんどん魚が近寄ってくれる。確かにいっぱい巻くとどれ食べたらいいか分かんなくなっちゃいますもんね。そうで食べてるうちに流れてくから離れていっちゃう。じゃあもうほんと半分。いやもう本当にね2つまみぐらいとかでいいよ。じゃあいいですよ。じゃあ62メーターのやってください。62メーター。なんか食ったけど違うね。おいいですね。ね上でも引いてるからねタイじゃないと思うんだけどな。まだ引いてるな。ごめん。はい。すごいサボのサボですね。なんかねちょっとねふわってするのがあったんでこれ多分マサボだから多分お腹白子とかじゃないかな。持ってく？大丈夫です。とりあえずね。はい。餌がうんともすんともなんですけど、餌食べられてますか？僕ってこと多いよ。大台と思わしきものがもしかかったらどうしたらいいですか？まずちょっと魚が落ち着くまでは走っちゃうからさちょっと何もしない方がいいかも。話題に走られたことってないかもしれない。今の時期は意外と夏とか冬とかに比べると動きが鈍いっていうかバーッていかないでぐーってこう引っ張る感じだからスピードやると意外と取れるかもしれない。またこれがそのスピードで突っ込んでいくような時期になるとファイトの仕方が少し変わってくるんですか？いいよね。スリリングファイト。じゃあどっちかというと大きいの取れたら今の方がチャンス。上が入ってる時の方が難しいかも。その前にはかけなきゃいけない。そうですね。そもそもだって大きい魚は少ないからさ。そうですよね。警戒心とかなんとかっていう前にまずでも大きくなるためには餌を食べなきゃ大きくならないわけだし、それを維持するためにはいっぱい食べるからどっかで食べるんだよ。タイミングにそんな仕掛けがあれば可能性はあるよね。なるほど。それで言ってさっきの餌いっぱい巻きすぎたらこっち行っちゃうよっていう話ですね。潮が流れてるとこっち来ないで待ってれば餌があるからさずっと待って食べちゃう。ここのただで餌が来るゾーンのところでここに針があるのにここで待ってれば食べれるからでも少ないと他の魚もこう取り合いになるじゃない。だからやばい。でもそういうことですね。なんか入れすぎてたと思います今まで。そうなった時にやっぱ大きいやつはスカーン
がっつりと思う。あこれは反応でしょ。あ、反応出てますか？これ反応出てますよ、下のフォロー。これです。落とし込みます。60メーターぐらいにしていくと、これ多分魚。あ、これです。そうですね、この下に。と落とします。餌は取られた？残ってた？取られてますか？僕は取られてた。電波がさ出てるでしょ。だから遠くの人はちょっと下に移っちゃうわけよ。平面で移すと。でも大体こうやって揃ってれば間違いないのかな。それでこれで例えばこう落とし込むと俺のが抜けるかな。一個今スーッとしたでしょ。ここに。そうそうそう。それがちょっと先輩みたいな。これがいやまだ大丈夫だよ。そのくらいやったら。でこのバーが30秒ぐらいなんですね。だからだいたい落とし込んでからそのぐらい待って、また戻してみたいな。まあもうちょっと長く落としててもいいんだけど、まあだいたいこう時間がかかる。ここのそう上のバーでこの下に出てくるのは魚で、だいたいこう自分の針がどの辺にあるのかなって把握してるとこういうふうにちょろちょろって出てくるじゃないですか。そういうのをこうなんか落とし込んで狙ってみたりするわけ。これ探検丸がないと大変ですね。あった方がね。まだこれだってなかったら何にもするねえじゃんだけど、これは反応が出てるから何かやりようがあるよなみたいな感じになるわ。希望が持てるというか、いるって繰り返しして今2時間ぐらいが経ったんですけど、まだ当たりが出なくて少し厳しい状況です。これ4月の後半とかってどうですかね、マサイ釣りは。結構より難しくなってきます。いや、4月の後半は今度こっち側のポイントはみんなこませますからだんだん良くなるし、剣崎も魚が入れば始まるし、場所によっちゃね全然、富浦なんかすごいいいし。繰り返しして3時間が経ちまして、まだ当たりが出ません。厳しい。取りに行くよ。切れたー。切れたー。瞬殺だよ。瞬殺でした。瞬殺。瞬殺だよ。うわ、すごいところで切れてるな。抜けてる感じじゃないから切れてんだろうな。今日松本さんのフォースマスター600使わせていただいてるんですけど、最近何やらアップデートしたということで。そうピックアップボード仕様っていうのにねアップデートして、でピックアップボタン、要はちょい巻きがついたね。これこう押した時だけマック仕様になってる。だから何ができるかっていうと、例えばコマセを振る、したら押し、振ったら押すみたいな。魚がかかった時に持ち上げた分巻き取って。でこれ今ちょっと遅めにしてるのは、速い動きだとちょっと初めて使うと慣れないのかなと思ったんで遅くしてあるんですけど、それも全部調節できる。で結構今のフォースマスターにこれをつけることによって使い方がいろいろ増える。例えばタチウオのピックアップ重宝にもいいし、当然そのコマセマダイとかのポンピングとかのね使い方もいいし、まあ普通の釣りでこう棚をちょって切ったりするのにも使えるし、でこれのいいところはスピードロック入ってても入ったままできるのね、こうやって。でこのまま魚が落ち着いて、あと中間速にした時これで中間速入るから。前は1回スピードロックを解除してから1回ワンクッション入ってから中間速に持ってってたんだけど、今はもうこのままこうやって上げてきて、でこれでも中間速に入るっていう、もうここだけで全部完結しちゃうんで、かなりこれ使い方によっちゃいろいろ使えると思うんだけどね。巻きたい時に巻きたいだけ巻くっていうことができるから、誘いたい時とか、あと逆にファイト中もこうちょっとこう慎重にでも確実に巻いてくるみたいなことができるということですか。特にマダイの場合って細いハリスで大きい魚が来ちゃう場合があるじゃない。しちゃった方がいいんだけどね。そういう時にそーっと竿で持ち上げて巻く、ドラグを緩めてて巻き取りボタンを押してればいつかは上がってくるんだけど、やっぱそれじゃちょっとファイトしてる感覚がつまんないんで、竿で持ち上げて持ち上げた分だけ巻き取る、でまた持ち上げて巻き取るみたいな。でドラグだけセットしてれば持ち上げてる時でも魚が走れば出てってくれるんで、よりね使いやすくなると思うんですよね。これがね4月1日からね島の方でも受付開始になるんで、最初混むかもしれないけど、ちょっと乗っ込みが一段落とか行く予定がなければホームページとか見て申し込んでみるといいと思います。
来た来た。引いてるか？引いてる？あ、引いてる引いてる。それは慎重にね。竿で持ち上げて。電動でウィン。電動でウィン。ストップ。いいサイズだね。ピックアップ。来た。これ新しいピックアップモードです。ピックアップでやって。あ、確かにこれやりやすい。ちょっと待って、本当にこれマダイかな。まあでも下に引っ張んない。重たい。ただ重いだけなんですけど。ビューンって走ればね、確定だけどね。いや、一度も走ってないんです。あ、じゃあ松ってる？サバか？すいません。ああ、これマズラ？こっちはサバっぽいから。なんかね、何ですかねって言ったら、松本さんが優しい感じで、ウマヅラかなって言ってたの。あ、違う、馬だ。馬面の活性が上がったんだね。よし。俺もなんか来ましたけどサバっぽい馬面でした。大きなタイが来たらもうビーッと走る感じですよね、多分。走りますよ。あとはゴン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 ってなでる。叩いて、馬面ラッシュでした。ああ、来た。あ、バレた。いいサイズだよ。うわー、やっちゃったー。針が。違う。近く持ってこれた。1、2。そう、やっぱガンダムかじられてんな。うわー、悔しい。けどこれ多分魚、反応だよ、これ、魚。よいしょ。あと60でやってるんですよね、60メートル。来たー来たー。わかんないですサバ？あ、そいつは本物っぽいね。本物っぽい。ただ取れるかな。でかそう。ちょっといいんじゃないですか。まあまあなサイズだよね。まあまあだと思います。メダイサイズタイっぽいですか。よし、メダイじゃないことね。素晴らしい。メダイもいそうなんでね。今反応が結構いい反応が来たんで落とし込んだんですよ。それで待ってたらモニョモニョって当たってそれを合わせた感じですね。走りすぎるもう上がる？いや、あと40メーターですね。40メーター。10メーターです。お願いします。頼む。タイでやってくれ。軽い。やったい。軽い。タイじゃん。浮いてきてる気がする。だったら泳ぐでしょ。そうですよね。浮いてきてる気がする。浮いてきて。お、どうだ。どうだ。お、出た。出た。出た。よっしゃい。はい、よっしゃい。ありがとうございます。しゃー。これ重いな。やばい。
いいサイズいっちゃいましたやばいっすねこれ。どんな気持ちですか今？たまんないっすよこれだからやめらんないです。 4.55 キロくらいありそうっすね。なんかタイミングで落とし込みがやっぱ効いたのかなと思って、それを何回も試して一発かけれるかどうかです。いいサイズ釣れました。杉田に釣らせてあげたい。次はちいちゃんに5.9 から6キロぐらい。5.9から6 5.9から6。いいサイズ。ケツでかいんで多分産卵のやつ。俺のは馬だ。俺の幅か？社長こっちはメダイだった。入れといた方がいいよ。反応出てるから。ちょっと入れとこう。俺も入れるから。はい、ちょっとみんな仕掛けを社長でも入ってます？だって今日は本当はあなたが大きいのを釣らなきゃいけない。ああ、よし、今これでかけたら65です。完璧だな。これで。 65で1、2、61。でかいの？社長ゆっくりお願いします。でも社長魚が違うか？重たい？おでかいですよ。もうちょっとこれ次落としてもいいかもしれない。私がやる。すいません。どうぞ。負けてないよ。まだ走ると思うんでゆっくり。あれかな？メダイかな？はい。メダイかな？なんか最初ちょっと軽そうだったもんね。そうですね。今重くなって。まだ50です。本当にいいの？これやってて。電動で巻くコツとかってあるんですか？そうですね。まあ常に入れてる状態でもいいんですけど、とりあえずドラグ調整が大事で、魚がバーッと走った時、ドラグを緩められるかどうか。そこで緩められないと切れます。はい。今の感じは大丈夫ですか？こ合っれで。てます。膝使っていいと思います。これはタイかな？タイですよ。タイだと思う。タイだとねあって。あと30。そういう時スプールは触らないで触らない。走らせる。触りがち。そうです。あとポンピング竿を上げて下ろす。ゆっくり下ろす。でまたゆっくり上げる。めっちゃ走ってます今。引っ張る時は竿を下げて走らせる。はい。いいと思います。どっちですかね。目の可能性。目代結構引くんですよ。でもその割にはおとなしいんでタイだと思うんですよね。負けてきた。いけますいけます。取れますよこれ。もうちょい竿を立ててゆっくり下ろす。もうリール止まる前にロッドキーパー置いた方がいいですからね。はい。いいっすよ。浮いてきてるんじゃないですか。あと5。あと5メートルぐらい。そしたら置いて、そうです。おお、浮いてる浮いてる、あっちに浮いてる。どうだ？軽いというか泳いではない。泳いでないよね。浮いてきてる浮いてきてる。もしかして？おお、見えた見えた見えた。ゆっくり上げればいいのに。見えてきた見えてきた。あ、でかいでかい。おお。綺麗な。おーしゃーい。おめでとうございます。もう一回やるらしい。やった。ありがとう。仕掛け一回あげる。乗っ込んでる。
やったね。なんか微妙だね。三角ですね。結構もう今日は難しいかなと思ったら最後に形になるもんですね。あ、測りますこれ。お、4。あ、そうですね。4.8 ぐらい。おお。ありがとうございます。うわ、なんか出てきた。なんか出てきましたね。あ、やばいやばい。急げ急げ。これかな。はい。きたー。ごめん。忘れた。この間だからね、バラし癖がついてんだよ。マジかよ。2連発でバラして。最後の大チャンス。糸を落とし込みます。松本さん悶絶中。あー、来たー。あ、抜けた。あ、いる。今待ってましたね。反応で高さ的に針がちょうどいいところにあったんで、でも先ほどじゃないかもしれないです。この探検丸で見て反応が来たタイミングでしたね。今もすごい反応が。横からですね。読めないですね。最後の最後にドラマありますね。今日は朝の感じだとやばかったですもんね。残り15メーター。お願いします。のっこみマダイですね。集まってますねこれ。浮いてますね。よっしゃーい、来た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 。よっしゃーい、ありがとうございます。一番美味しいサイズ。いいサイズいただきました。またいいサイズなの2枚目いただきました。ああ、いいサイズ。当たり出すのに一番大事なことって何だと思いますか？餌がついてるかどうか、一番そこが大事なんで。頻繁な入れ替え。そうですね。ありがとうございます。じゃあ、こんな感じになるんでね、これじゃあげてお待ちください。はい、ということで釣り終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しんでいただけましたでしょうか。あんなにしてで、いや、おかげさまで本当に。ねどうしちゃったんですか。いやいや、今日切れちゃったからしょうがないっすよね。それはもうしょうがないっす。すごいでっかい当たりが途中でずっと松本さんに当たってて、いや本当にタイいるんかいなっていう感じで思ってたら実証されたので、その瞬間にいるんだってなって、もうその時点で最後1時間切ってたんで、今始まるのねってね、なんかやっぱり濁ってちょっと始まるの遅いんじゃないかななんて船長も言ってたんで、ただちょっと最初きつかったね。うわ、もうね、寒いし、もうどうしようかみたいな感じだったけど、最後ね、なんとか帳尻があって目標のでかいのはなかったけど、やり取りはね、棚ぼた大台大台キャッチでじゃあ次は今度かけちゃえばね、バラしてももう取り込みは1回してるから合わせ技1本ということで。まあでもやり取りのところに関しても、やっぱ多分いきなり大きいのが来ちゃってたら、もともとすごいテンパリ症なので、はいはい、あーってなってる未来が多分想像できたと思うんですが、先に片山くんがかけてるファイトを見て、さらにこうかけて横でいろいろこうした方がいいっていうのを言ってもらいながら冷静にファイトすることができたんで、ちゃんと取れたのかなっていうふうに思いました。その時俺は後ろで一生懸命釣りをしてた。落とし込みおじとしてずっと今日はちいちゃんに大台を釣らせるという企画のもと、彼女に竿を差し出して釣ることができました。皆様のおかげです。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、よくわかんないけどありがとうございました。ご指導いただいてありがとうございました。なんかバラしただけだったけどな。いやそんな面白い松本さんもめったに見られるということで、次回またどんな釣り行きましょうか。なんでもいいっすよ。マグロ？マグロいいですね。そう、2人といえばね、マグロの名手でもあります。コンアセキハダ。じゃあということでまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日私が大台のファイトで使った竿なんですけども、ミッドゲーム BB64M230、こちらはですね、新発売の竿なんですが、なんとお値段が定価が2万円半ばぐらいの値段なんですが、Amazon とかで見たらもう1万円台後半で買える非常に安価な竿なのに、あんな大きな 4.8 キロを測ったらあったんですけど、大台が釣れる竿、皆さんもぜひミッドゲーム BB も使ってみてほしいです。
自宅に戻りまして、今日は釣りの翌日なんですけれども、今回釣れた 4.8 キロのこちらの大鯛をさばいていただきたいと思います。こんなに大きなマダイ食べたことないので、ノッコギマダイって美味しいのみたいな声も聞くんですが、そちらもね、含めてお刺身で食べてみて、どんな味なのかお伝えしたいと思います。こんな大きいんで、もちろん寝かせた方が美味しいとは思うんですよ。なので、今回動画では少し食べて、あとはね、寝かせてからゆっくり堪能したいなと思っております。こうやって見ると、太鼓もあるし、シンクにも収まったからよかったけど、むちゃくちゃでかいですね。上手にさばけるかな。白子が入ってますね。大きい。内臓脂肪はあまりなさそうですね。思ったよりも結構お腹の肉も薄くてスリムな感じ。よいしょ。頭取れたけど大きいね。はい。こちらの背中の部分を使ってお刺身にします。おー、しっかりとした身ですね。スーパーとか並んでるのよりもこの色が濃い気がします。結構しっかり。よし、お刺身できました。今日は屋久島限定焼酎で乾杯。ノッコギマダイのお刺身いただきます。もちもちしてる。もっとコリコリしてんのかなと思ったんですけど、意外ともちもち系ですね。すごく上品な味です。美味しい。昆布締めとか鯛茶漬けとか鯛しゃぶとかにしてもすごく合うと思います。なんかもっと大味なのかなと思ったので、思ったよりも繊細な味で甘みも少しあって全然美味しいですね。癖がないからちょっと魚が苦手なお子様とかも全然食べられると思います。油っていうところで言ったら今回のは内臓脂肪も入ってなかったですし、油自体はあんまり乗ってないかなっていう感じです。いやー、食べても美味しい、釣っても楽しい。またちょっとノッコギマダイ釣り挑戦したいですね。松本さんもこれから4月の下旬にかけてどんどんコマセ食うようになって盛り上がってくるよって言ってたので、皆さんもぜひ今がチャンスのコマセマダイ釣り挑戦してみてください。ということで今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いしましょう。またねー。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。